麻生副首相が武漢ウイルスと呼んで波紋を呼んでいますね。あんなの米国に習っただけでしょ。なんで習近平ウイルスって言わ韓国の首都ソウルにあるコールセンターで集団感染が確認されましたが、新興宗教の集団ミサで集団感染を引き起こしていたテグのコールセンターでも集団感染が発生していたことが確認されました。こちらはテグ市中心街にあるカード会社のコールセンターで、100人余り勤務していて、これまでに20人の感染が確認されたとしています。先月25日に感染者が訪れたため28日から3日間建物を閉鎖、防疫措置中に清掃スタッフが1人感染していたそうです。一方で黒部のコールセンターでの感染者は自宅から地下鉄を利用していて、居住地が首都圏の他の地域に分散していることからさらなる集団感染が懸念されています。このビルの9階や10階に勤務していた人の感染が確定し、感染は11階だけに留まっていないことが明らかになりました。コールセンターでの業務従事者のうち、5人がテグで集団感染を起こした新興宗教の信徒と確認されました。この5人については検査で陰性だったようです。また、黒部コールセンター感染者のうち40代の女性2名が家族とチェジュ島を訪れたことが分かり、チェジュ島では緊張感が高まっているようです。飛行機やレンタカーを使って免税店を訪れるなど、この女性たちの動線を完全に明らかにして、86人の接触者隔離を行っています。こうした報道を受けて韓国の通信会社のコールセンターなどは在宅勤務へ切り替えたり体温チェックをするなどして対応を強化しているようです。さらにセジョンにある政府庁舎では11日に新たな感染者が5人増え、この建物での感染者は合計で10人となりました。このように首都圏のあちこちでさらなる感染拡大の恐れが広がっています。編集所官。韓国ではここ数日、わずかながらですが首都圏の新規感染者が増え始めていて、この報道が出る前日はソウルで11人、近隣のキョンギ道でも11人でした。この拡大をどう食い止められるかが焦点となっていたところでのさらなる集団感染は、韓国国民に大きな不安を与えることになったと思います。どうやらコールセンターに関しては事前に対策が取られていなかったようで、今回の事態でその危険性が明らかになったようです。テグでもコールセンターの集団感染が確認され、コールセンターが極めて危険な場所であることが改めて分かりました。これは世界への警告ですね。ここには一つの問題が隠されていて、コールセンターの従業員の多くが非正規雇用ということです。黒部コールセンターの感染者の中には、発熱や喉の痛みなど感染が疑われる症状が発生しているにもかかわらず出勤していました。安定した雇用が確保されない非正規の人たちが、生活のためにという個人の理由を優先したため感染が拡大したとも言えるわけです。こうした個人は責められるでしょうが、このような状況にある個人を十分に救済する措置を行っていなかった政府も批判されることとなるでしょう。制度設計が非常に難しいので政府だけを頭ごなしに批判することはできませんが、生活不安から自己中心的になり、社会全体に波紋を与えてしまったという事態が発生したことは肝に銘じなければなりません。中国と違って逮捕されたりしないのでこうしたことは多かれ少なかれ起こりうるでしょう。ムン・ジェイン大統領の戦争宣言については前回苦言を呈しましたし、再び宣言することも提案しました。事態が悪化して首都圏の緊急事態宣言となる前に、明らかに警告し対策を取るべきです。中国からの遮断をしなかったことが世界から褒められたと自慢している場合ではありません。韓国の貿易対策については色々と批判はありますが、総じてよくやっている方だとは思います。何をどう評価しているのかというと、武漢やイタリアのような医療崩壊を免れているからです。今回の首都圏の感染拡大でもそれが防げるかどうかが焦点です。韓国は大変な状況になっているんですか？今の段階では判断しかねると言うべきだと思います。今回のことがきっかけに拡大の可能性があるとして政府は手を打つべきですね。コールセンターは戦々恐々ですね。対策を急ぎ出しましたね。直接重要な個人情報を扱うケースが少ない金融関係以外は在宅勤務も可能なようですから。報道を見ると動線の確認や接触者の特定、検査までの速度が速いように思いますが。チェジュ島を旅行した人についてですね。
分単位でどこに行ったか全て報道するなど、情報公開の範囲が広いです。情報公開方針の違いなだけで日本でも同じようにやっていると思います。集団感染はあっても、韓国は感染者増加の勢いがなくなってきたように思えますが、それはテグキョンプクの宗教団体に対する一斉調査が終わったからですね。それを除くと勢いは今のところほぼ一定です。いくつかの集団感染事例を除けばまだその他の地域の勢いは特に増しても衰えてもいません。ではこの数日間で急増がなければ混乱に陥るようなことはなさそうですね。首都圏で集団感染が起きてメディアが大きく騒いでいるので心理的不安が先行して増しているようです。一方で死亡者数の増加が勢いを増しているように感じますが、これはどうなんでしょうか。死亡者のほとんどがテグキョンプクの集団感染地域で、感染確定に比例して後追いで増えていると思われます。その他の地域の死亡者は少ないので、まだ医療は行き届いていると考えられます。死亡率が低いことを自慢していますけど、本当に低いんですか？ 0.6% 程度の時に自慢していましたけど、今は 0.8% を超えて増加中なので、おおむね標準的な値である 1% に近づくと思われます。じゃあ特にすごいというわけではないんですね。やや低めという程度です。冒頭での発言についてですが、感染拡大の原因は中国にあると？感染拡大の原因は各国にもあります。ほとんどの国が当初小さな問題として捉えてしまうわけですから、その後の対応が遅れ、各国で拡大が起きています。ただ急速に拡大させたという点では中国に責任があると考えて良いと思います。当初の地方政府の隠蔽工作、習近平の対策の遅れ、そして未だに情報公開が不十分とも言われていますので、これは中国が世界で指導的立場を確保しようと画策しているためではと推測します。あくまで推測です。なんだか悪い国みたいな印象を受けますが。それでは韓国に関してはあの宗教団体の責任ということですか？信者が武漢に大勢で訪れていたそうですからね。中国にもたくさん拠点があるそうで。では韓国も中国に責任転嫁して良いということですか？ムン・ジェイン大統領は口が裂けてもそういうことは言えませんが、武漢が危険という警告を出すのを中国政府が大きく遅らせたためです。ムン・ジェイン大統領は中国のせいにできず、自分の責任にもせず、新興宗教団体のせいにして、自分は入国管理強化せずによく封じ込めたと自画自賛しているところです。中国には極めて寛容ですね。一方で日本に対する入国制限措置は何なんですか？あれは選挙のためですし、内容については何も考えていません。日本がやったことをそのままオウム返しに同じようにやっているだけですから。何も考えてないって。選挙のことだけを考えて反射的に同じ措置を取っただけです。カッとなってやったわけですけれども、内容をよくよく見たら特別厳しい内容でもなかったという。これは適切ですか？不適切ですが韓国の大統領であれば誰であろうとこうしたでしょうね。その点については適切と表現できるかもしれません。冷静に判断すれば同様の内容を返す必要はなく、必要かつ適切な措置を決めるか、全く対抗しないか選べました。しかしそうやって世界の尊敬を受けるよりも反射的判断で国内支持基盤からの支持を選びました。政治ははっきりとした姿勢を見せることも重要ですから、韓国政府は日本が悪いとして特に問題と考えていないでしょう。周りはイエスマンばかりだし。日本に対しては寛容よりも毅然とした態度が必要だったということですね。そちらを重視することがより重要と考えるのが韓国の大統領です。